いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は沼津市に今年オープンしたお店のランチがかなりお得とのことで早速向かっております。またそのすぐ近くに学生の頃よく通ったお店の2軒を紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。その前に少しよろしいでしょうか。最近吉野家でドラクエ冒険者応援キャンペーンってのをやったのをご存知ですか？ドラクエウォークセットを注文するとこの4種類の中から1つもらえるってやつですね。ドラクエフィギュアをちょこっと集めてる私としてはぜひとも欲しいところということで、吉野家に牛丼を食べに行くことを決意しました。このスライムの中に新しい仲間を追加してあげたいと思います。というわけで早速到着。これがドラクエウォークセットの大盛りと生卵です。というわけで無事ゲット。フィギュアを選べないってのがネックですが仕方がないですね。しかもすごい人気のようで10時販売開始で11時には完売って驚きですよね。ただ一つ問題が発生。このフィギュア触ると中身がなんだか分かっちゃうんですよね。この四角い感じ、絶対人食い紅生姜箱だと思うんですよね。というわけで袋を開けずに翌日リベンジ。今回はドラクエウォークセットの並と生卵と味噌汁です。毎度こんな食べ方をするのですが、紅生姜愛が強すぎるんですかね。また四角いやつですね。というわけで再度リベンジ。3度目の正直と言いますが、私は2度あることは3度ある派の人間なので、今回は行くお店を変えてみました。3日連続の牛丼です。そしてお店の人もよく触るのか、フィギュアの袋がくしゃくしゃです。そして今回もまさかの四角いやつ。何が対象年齢15歳以上なんですかね。金を使えって意味ですかね。というわけで3日間の成果を3倍速で発表します。予想通り人食い紅生姜箱です。2日目も同じ。3日目もやはり四角いやつでした。いっそのことこの人食い紅生姜箱は100個に1個ぐらいの確率で金色とかあれば逆に出現率が超悪いぐらいだったと思うんですよね。つうか注文する側は選べないのに店側は触ってわかるとか、ある意味平等じゃないような気もしますよね。そしてもう1日だけ行こうかなと悩んでたらまさかの販売終了。第2弾はもう少し楽しめるように考えてもらいたいもんですね。すみません、ちょっとした愚痴みたいになっちゃいました。同じような気持ちの方いらっしゃいましたらコメントをお願いします。そして話を戻して今回行く沼津のお得なランチのお店の場所ですが、沼津駅南口から向かう場合は目の前の三々通りをそのまま南下し、静岡銀行沼津支店の前の信号を右折。沼津新仲見世商店街入り口角にあるお店が今回の目的のお店となり、今説明した静岡銀行沼津支店から曲がってきたところがこの通りとなり、沼津新仲見世商店街入り口角にある元八百屋さんのあったおしゃれなこちらのお店は沼津市大手町にあります洋食屋しげすずさんです。営業時間は11時30分から14時45分と17時30分から21時で、定休日は月曜日と第2第4日曜日となっております。ちなみに駐車場はありませんので近隣の有料駐車場を利用することになります。それでは早速行ってみましょう。お邪魔します。店内はシンプルながら明るくおしゃれな空間となっており、客席はカウンター7席の2名から4名用テーブルが10席分の最大17名入店可能となっております。それではメニューを見てみましょう。まずは気まぐれランチメニューとして煮込みハンバーグにシーフードミックスフライがあります。ちなみにランチメニューにはライスまたはパンとコーヒーか紅茶のドリンク付きとなっているので、価格としては手頃だと思います。また料理の種類も豊富にあり、あなたのお気に入りの一品も見つかるのではないかと思います。定番ものから本格的なものまであって悩んじゃいますね。単品メニューはサラダにスープと追加のライスとパンがあり、全て200円とコスパも良く、ドリンクメニューはこんな感じになっております。卓上サービスは砂糖にガムシロ、クリームとソースです。それでは注文も完了したので料理の到着をお利口さんにして待ちます。せっかくなので単品のサラダ200円を注文してみました。思った以上の量があり、かなりコスパが良いと思います。ドレッシングも美味しく、鮮度の良いサラダとハムとの相性は抜群。ベジパンもできたし、これで200円はかなりお得だと思います。続いてはスープ200円も注文。濃厚なクリームスープは深みのある味でとても美味しい。スープにしてもサラダにしても200円でこのクオリティの高さは嬉しい限りですね。気まぐれランチメニューからシーフードミックスフライ1500円を注文。シーフードミックスフライはイカ、エビ、サーモンの3種類にサラダとマカロニサラダ、タルタルソースにカットレモンがついてます。そしてランチセットのライスかパンはライスでお願いし、さらにランチはドリンクもついており、ドリンクは食後でお願いしました。そしてまずはみんな大好きエビフライから。エビのサイズとしては普通サイズといった感じ。衣はザクッとした固めのタイプとなっており、身はプリプリでとても美味しかったです。
続いてはイカフライです。イカフライは半分にカットしてくれてあり、身は柔らかくとても美味しかったです。続いてはサーモンフライです。ご覧の通り揚げたてのサーモンは熱々で脂が溢れ出るほどジューシー。骨はなく丸ごといただくことができるので食べやすいし、ザクザクの衣との相性も良くとても美味しかったです。せっかくなので卓上サービスのソースも使っていただいてみたいと思います。ソースとタルタルソースの組み合わせって最高ですよね。ちなみに添え付けのサラダやマカロニサラダもとても美味しく大満足の一品となりました。続いてはポークステーキ1300円です。このポークステーキにもサラダとマカロニサラダが付き、カットレモンは途中で絞って味変を楽しんでくださいとのこと。せっかくなのでこちらはパンでお願いしてみました。パンの場合はバケットとバターロールの2種類が出ます。どちらも焼きたてカリカリで美味しいですよ。そしてポークステーキですが、お肉自体は柔らかくとても食べやすいです。ちなみにステーキソースの味付けは結構濃いめなので、これに関してはパンよりライスの方が良かったかもしれません。そして途中で味変としてカットレモンを絞ったら濃いめのソースがまろやかになり、レモンの爽やかな風味がプラスされてさらに美味しくなりました。最後にアイスコーヒーが出て終了です。ちなみにドリンクはホットかアイスを選べます。ちなみに支払い方法は現金のみとなっておりますのでご注意ください。今回は沼津市大手町にあります洋食屋しげすずさんにお邪魔させていただきました。今回行ったのはランチタイムですが、サラリーマンの他に女性1人で食事されている方もいて、女性が1人でも入りやすいお店なのだと思います。もしあなたもコスパの良い美味しい洋食を食べてみたいと思ったのであれば、ぜひこちらのしげすずさんに足を運ばれてみてはいかがでしょうか。それではこのまま次のお店に行きたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。続いてのお店は今紹介した黄色の矢印のある洋食屋しげすずさんのお店から猛ダッシュすればわずか5秒で到着するこちらのお店は、沼津市町方町にあります桃屋さんです。営業時間は9時30分から売り切れるまでとなっており、定休日は水曜日となっております。ちなみにこちらのお店も駐車場はなく、店前に停車する方もいますが、原則禁止みたいなので気をつけましょう。そしてこちらが沼津のソウルフードともいえる惣菜パンですが、ご存知でしょうか。私も学生の頃はよく食べたものです。あの頃から比べると金額もだいぶ上がったなと感じますよね。パンの横には団子やまんじゅう、揚げ物などが売っており、たまたまかもしれませんが当時と比べると売ってるものがだいぶ減ったように感じます。売り切れただけかもしれませんがね。ちなみに支払い方法は現金のみとなっております。そして無事購入。この袋懐かしいですよね。購入したものですが、今回は贅沢にカツサンドの甘いタレ300円を購入。甘タレ派とソース派で割れたのも今や懐かしい思い出ですよね。続いてはごま団子1本120円を2本購入。この美味しさに気づいたのは完全に大人になってからでした。団子好きな方にはぜひ一度食べてほしい一品です。ちなみに先ほどのパンですが、15時30分ぐらいには全て売り切れとなってお店も閉まっちゃうので、もしこちらにランチついでに行こうと思っているのであれば先に買っておくことをお勧めします。そして今回は動画作成上見栄を張って一番高いカツサンドを購入しましたが、私個人的に一番好きなのはお好みサンドの甘いタレです。甘いコロッケとハムフライが入って美味しいしお得な感じがするんですよね。機会があればぜひ一度食べてみてください。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたりコメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。